はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の動きの説明とタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術&数秘術フェスに参加させていただくことになりました。私も長いこと占星術は教えてるんですけれども、今の私だからこそ伝えられる新しい占星術の見解や今すぐ使えるのポイントみたいなのもご興味ある方にたっぷりとお伝えしたいなと思っていますので、ぜひご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。オンラインでも会場でも皆さんにお会いできることを楽しみにしています。お願いします。ではいきますね。6月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド3、カップ10逆、ペンタクス6の逆、カップ9の逆、ワンド5、ペンタクスエース、ペンタクスナイト。気をつけることや対策は、カップのナイトとソードの8逆とオラクルはカップエースの逆ですね。そうですか。ちょっと先に星の話をさせていただくんですけども、この6月前半っていうのは見えないね応援がたっぷり届いている時と思っておいてください。で、特に6月は6月の3日以降水星も双子座に入ってきますし、こうどうやってその見えないエネルギーが応援してくるかっていうと、おそらく情報を通して皆さんの思考を否定的なものから肯定的なものに導くみたいなサポートが来るんじゃないかなって思うんですね。非常に頭も回りやすいですし、いろんなアイデアが湧きやすかったりとかしていいんですが、それを具体的にじゃあすごい人とつながって喋ってっていうよりも、頭の中でそういうことが繰り広げられそうな感じがするんです、サソリ座の皆さんはね。で特にこの6月前半っていうのは本当に時間も空間も関係なく自分がこの世に生まれて引き継いできたものだったりとか、自分が昔やったことの恩恵が返ってきたりとかっていう、もしくは親からの見えない愛が届くみたいな、そういうのもあったりとかして、非常に現実的ではない現実世界ではちょっと説明がしにくいいい波動が届くなっていう感じな時なので、その波動を感じてなんとなくあったかい気持ちになったり、なんとなく自分がこれでいいんだっていうふうに思えたりなんですけど、おそらく現実的に出やすい形として言うと、自分のこの思考とか考えてることが急にふっとなんかいいことを思いついたりとか、ずっと悶々と考えてたけどそうだみたいなことふっといい形でね溶かされていくみたいな、そういったことが起きやすいんじゃないかなと思うので、ぜひね根を詰めて考えるっていうよりも、力を抜いてふっとした瞬間の応援のエネルギーをキャッチしてみてください。でそれを踏まえた上でその前に6月6日がね新月なんですよね。でこの新月もとっても優しくて、愛情とか優しさとかそういったもの目標達成とかっていうよりもふわっとした優しさが自分の感覚の中に入ってくるっていう時なので、もしね誰かとの関係やどう思われてるかっていうことを気にしてる方にとっては、気にすることなかったんだみたいな、そういうふわっとした優しさに出るでしょうし、または自分がこんなにも誰かのことを思えてるっていうことを嬉しく思えたりとか、非常にちょっとささやかなんですけども、非常に優しいね温かい幸せな感覚っていうものを受け取れると思うので、その感覚だけ忘れないようにしておいてください。でそれとあと6月の9日以降っていうのは、ちょっとここまではですね、6月9日までは現実的な仕事が忙しいとか、やることがいっぱいあるとか、整理しなきゃいけないことがあるみたいな方も、ちょっとだけまろやかになるかなって感じがします。そして6月9日以降のは、その現実的な仕事を頑張るっていうよりも、誰かとの関係性において努力していこうとか、誰かとの関係性においてエネルギーを使おうみたいな感じになるので、よく言うともっと関わりが深くなるっていう形もありますし、悪く言うと誰かに対しての怒りを持ちやすくなるっていうのもあるんですが、怒りを持ったとしても誰かに対してエネルギーを出そうとしたとしても、それって深いところではやっぱり関わりたいっていう思いがあるからだと思うんですよね。でその関わりたいっていう思いはやっぱり自分の愛から来ているっていうところで、
深くつながりたいんだっていう思いその深くつながりたいんだっていう思いが流れているんだってことなんですね。この時期、この季節というかこの時期ね。なので自分がそう思うと同時に宇宙からの流れとしてもそのような感覚をキャッチしやすい状態になっているので、ぜひ人からの優しさとかね、思いやりっていう見えないものをちょっと想像してみて、自分に今届いてるんだっていうふうに想像して対応してみてくださいね。でそれを踏まえた上でのカードなんですが、非常にいいですね。未来に向けてのエネルギーが強いというか、決して今をおざなりにしてるわけじゃないんですけども、今やってることや今のこの感覚っていうのはきちんと未来につながっているみたいな、そういう安心感の中にいるのかなって感じがします。現実的には例えばお金を稼がなきゃいけないとか、そういう本当現実の出来事っていうのはもちろんあるんですけどもね、生活していくためにはご飯を食べなきゃいけないとか作らなきゃいけないとか、そういうのも含めあるんですけれども、やることはちゃんとやっているし、そこに対しての不満が多少あったとしても気持ち的には前を向いてるから楽しいんだみたいな感じですかね。でその楽しいんだって思ってるその感覚の中にわずかにいろんな優先的に考えなきゃいけないことがあったり、自分の中での葛藤っていうのをちょっと収めていくんだなって感じ。すごい目標があって喜びがあるからそこに一直線上に行くんだっていうわけではなく、もちろん未来を見据えた今を過ごしているんだけれども、よくよく見るとその今というこの現実の中にも多少の葛藤があったり不安があったり頑張りたいという気持ちがあったりって、いろんなね情熱がたくさん混在している中でうまく頑張ってるなって感じがすごくしました。そしてやはりね、この時期ね、確かなものっていうものをご自身はね感じられると思うんですよね。これは今まで本当に努力してきてよかったとか、そういう感じです。で具体的なその形として成果として出る方もいらっしゃると思うんですね。仕事としてこれが達成できましたっていうのもあるかもしれないし、昔の自分から比べたらこんなにもできるようになったっていうことかもしれないし、これぐらいお金を貯めれたってことかもしれないし、何か新しいもので自分の価値っていうものをちゃんと見出せてるなっていうふうな感じがするので、これ素晴らしいことですよね。なので本当はもっと喜びで満たしてほしいっていう感じなんですけど、でも 100% の喜びというよりもそこにいろんな感情がまだあるんだなっていうことで、オラクルもすごく喜びあふれる時だよなんですけど、少し自分でそれを遠慮しているというか、喜びすぎたら後が落ちるって思ってたりとかしてちょっと謙遜してるかなって感じはありますね。いや、もっと純粋にもっともっと喜んでいいよって感じもします。それでこのカード全体から見てもやっぱりこの現実的にねちゃんと自分の価値を満たせるよとか、それをちゃんと時間をかけてもうちょっと温めていくし固めていくよとも出てるので、とってもいいんですけど、やっぱり感情的なこの見えない喜びっていうものがすごく届いてるなって感じがするんです。これは皆さんが本当に自分のことを信じたり、ちょっと心を開いてみようっていうふうに開くと、もうすぐ入ってくる、すぐ気づくって感じですかね。もう本当にすぐだと思います。で誰かからの優しさももうすぐそこまで届いてるって感じ。もうそれを受け取るか受け取らないかはドアを開けるか開けないかだけみたいな感じがあるので、自分で自分を縛っていた感覚や、もっとこうしなければいけないんだ、ダメなんだみたいに思ってる感覚をちょっとここだけは置いて開いてみるとすぐ入ってくるって感じかな。ちょっと変な例えですけども、例えばインスタグラムとかでも何かの投稿しますってなったら、それに対していいねがつくとかわかんないけど変なコメントが来るとか、そういう可能性はあると思うんですけど、でも嫌なコメントが来たり変なこと言われたくないから投稿しないでおこうとか、これは隠しておこうっていうよりも、この時期だけはもうそんながあってもいいから開いてみてみたいな、やってみてっていう風にすると、もうそんな嫌なコメントの10倍ぐらいのいいものが入ってくるって感じがするので、可能性にかけてちょっとオープンハートでいてほしいなって感じがすごくしました。開いたら開いた分入ってくる喜びがいっぱい入ってくるって感じがします。でちょっと今回はこれ全体の流れなんですけど、それを踏まえた上でちょっとお仕事のことを見てみたいと思います。仕事ね。
ですね、お仕事に関してはペンタクスの2に吊るし人にソードの7ということで、今から何か新規でやるっていうよりも、これまでやったことの恩恵として何かの仕事のチャンスが入ってきたり、何かを処理していきますねっていうふうに言われています。で、実際にはご自身がすごいガツガツ動いて仕事をしていくというよりは、今ある状況で立ち止まってよくこの現状を観察することによって、いろんな解決策が見えてきたり、次の対策が見えてきたり、案が湧いてくるよっていうふうに言われているので、変に動き回るとか、なんか種をまきまくるっていうよりも、今はどっしり構えて来るものを精査していく、今あるものをちゃんと見ていくっていう方がいいみたいです。そしてわずかに自分の中から生まれてきている、実はこういうことやりたいんだとか、この仕事は実はこういう方向に持っていきたいんだっていう感覚があるならば、それもじっくりと感じてみてください。それに対しての応援のエネルギーが来たり、サポートされたりっていうのがあると思うので、自分からなんかもうがむしゃらにやるというよりも、ゆったりと構えて今この現状で、見ていくとすごいヒントがたくさんあるって感じですかね。チェックするポイントがたくさんある、そのチェックするポイントに次につながるいいヒントがたくさんあるよって感じです、お仕事はですね。そしてちょっと人間関係でも見てみますね。人間関係においてはやっぱソードの8にワンドのクイーンにワンドの10ということで、やっぱね、ソードの8が2枚出てるっていうことは、よっぽど無意識にね、自分を縛っていたかもしれないですね。それ良かれと思ってやってることだと思うんですよね。やっぱりちゃんと、例えばですけど、礼儀正しくしなくっちゃとか、他人に迷惑かけないようにしなくっちゃとかっていう意味で、自分をきちんとした人間ですというふうに作り上げるために頑張りすぎて、本来の自分のいいところまでかき消しちゃってませんかみたいな感じ。世間本当に思うんですけど、人の魅力とか才能っていうのはもう千差万別じゃないですか。なので世間一般で言われているこういうやり方がビジネスのいいやり方ですって言われていたとしても、それが自分の本質ではないことであるならば、自分をかき消してそういう違うものになろうとするとちょっとちぐはぐしてしまうので、もしかしたら何者かになろうとしすぎていたのかもしれないというところで、自分の良さっていうのをもう一回ね、他人に合わせることなく自分の中で精査してほしいなと思いました。思い出してほしい、自分の本当にいいところを。なんとなく自分ですごい自分を縛ってる感じがするんですよね、このカードとかもね。自分で縛って、こんなに私頑張ってるから許してくださいって言ってるみたいな感じがして、そんな許しを請う必要なんて全くないし、もっと自分を緩めていいよみたいな感じ、無理して頑張るっていう方法ではなく、今は愛を受け取る時なわけですから、星のタイミングもね、誰かからの愛を待つだけじゃなく、自分で自分を目いっぱい許すとか、自分で自分に優しくするとかっていうのもとても大事なことなので、人との関係性っていうところでこういうのが出るってことは、ものすごく人に対して気を使っているっていう方が多いんじゃないかと思うんですね。でも意外となんか自分が誰かに何かをしてあげてるとか、どんな言葉をかけているっていうこと以上に、その存在自体で人に伝わってるっていうこともあると思うので、今の自分を無理せずに関わっていってほしいなと思います。関わるっていうかね、おそらくお仕事関係とか何かの役割で関わることが多かったんだろうなと思うんですね。なので、それはそれで関わるチャンスがある方はいいと思うんですけど、自分の中に芽生えているその感覚、価値、私はこれを大事にしていきたいと思ってるんですっていう、その感覚で人と向き合ってみてほしいって感じがしました。そしたら何も怖がる必要がないっていうのかな。特にこれまでこの5月の後半までっていうのは人間関係が特に強調されていたし、じゃあそれが後半なくなるのかって全くそんなことなくって、そのチャンスとして出会うっていうチャンスではなく、自分のハートでつながれる、感覚でつながれる人と深くつながっていくような状況になっていくんだよって感じなので、それは誘い座の皆さん得意だと思うんですよね。なので本当に関われる人と深く関わっていくよっていうところで、変に自分が無理をして何か話しかけなきゃいけないんじゃないかとか、もっとこうしなきゃいけないんじゃないかっていうのは置いといて大丈夫ですよっていうメッセージだと思いました。
まあそんな感じかな。とにかく今は見えないものをたくさん受け取ってくださいねっていうのが一番感じてることです。で最後にちょっと珍しくねエンジェルカードを引いてみたいと思います。珍しく、はい、さそり座の皆さんね、受け取ってほしいな、いろんな愛情を。ジェネロシティということで、このカードをじっと見てご自身の中でも何か感じるものがあれば直感として受け取ってみてくださいね。そしてどんなことを感じたかまたメッセージコメントで教えていただけると嬉しいんですけれども、本当にねそのままでいいよって寛容な心でそのまま自分のそのままでいいよって感じがすごくしますね。このおじいさんが言ってくれてる感じがしますけど。ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かね良かったですという方はぜひいいねボタンで教えてください。チャンネル登録もお待ちしております。そして次回またね6月の中旬ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ぜひ豊かさを感じられるいい時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。